あれ回ってた回ってたね。回ってるね。回ってた。ヤッホーみんな息してる息しかしてないとこまでです。回ってた。気づかなかった。今日はエクストリームミニマリストの部屋作りについて話していきたいと思います。ラジオ感覚で聞いてください。もうね、答え出てますね。はい。で、役に立たなさそうでしょ。今日役に立たないですよ。全く。もう答え出てます。はい。これです。エクストリームミニマリストの部屋作り。とにかくもう何も置かないっていうこと。これがやっぱりエクストリームミニマリストにとって一番重要なとこですね。ただね、そのためにいろいろね、理由があってこれやってるのも。で、単純に、物を置かないっていうことが、やっぱりミニマリストっぽいというか、なんかそういうのはあると思うんですけど、要点というかポイントは、自分のライフスタイルに合わせて部屋を設定する。ここだと思います。だから部屋の役割って結構人によって違うと思うんですよ。で、もちろん部屋がリラックスのための場所である人もいるだろうし、回復のための場所である人もいる。あるいは制作のスタジオだったりとか、自分のものづくりのための作業場である人もいると。で、僕の場合はどちらかというと、もちろんリラックスのためであったりとか、休息のためであったりもするんですけど、やっぱり制作、何かを作るための場所であるっていう意識が強いんですよね。で、それはこの YouTube でこのミニマリスト劇場を演じているっていうのも一つの作るっていうことだし、最近はもう文章を書いたりとか、で、音楽を作ったりとか、とにかくいろいろこの部屋でですね、作っています。で、年末年始は DJ をやったりとか、友達と鍋パーティーをやって鍋を作ったりとか、とにかく作るっていうことにフォーカスをしている。で、そのために、狭いので、これ広ければね、もう遊ぶ用の部屋を設けたりとか、寝る場所を設け、ベッドルームがあったりとか、で、リビングがあったりとかって、いろんな役割の部屋を持たせることができるんですけど、コストを抑えて東京でなるべくコンパクトに暮らす上で、やっぱり一つの部屋に一つの機能っていう、考え方が一番シンプルで成立しやすいんですよね。で、これはもう私自身が20代過ぎてからもう東京で10回ぐらい引っ越しをしてきて、で、ずっと一人暮らしで、1回だけね、2回か。1回だけシェアハウスで暮らしたこともあって、もう1回は同棲をしたことがあって、だから人と暮らしたこともあるんですけど、基本的には一人暮らしの期間の方が長くて、で、その中でいろいろね、考えてきて、行き着いた結論がこの何もなくすっていうスタイルだったっていうことです。で、そのようにやっぱり自分自身の目的に合わせて部屋を設計することによって、QOL が上がると。だからこれ本当にもう人によってね、いろいろ違うんですよ。やっぱり重心を置く場所っていうのが。やっぱりゆっくり休みたいとかっていう人も多いでしょうし、とにかくリラックスする場所にしたいとか、あとは逆に自分の好きなもので溢れさせて、で、楽しい場所、自分が活力を得る場所にしたいっていう場合もあれば、あとはちゃんとディスプレイとかして美しく見せることによって、来客を対応する。で、誰か人を呼んでね、もてなしたいとか、もっと楽しくみんなでわちゃわちゃやりたいっていう人ももちろんいるでしょう。だからそういうふうにいろいろやり方はあると思います。で、その中でも今回はちょっとエクストリームミニマリスト流というか、私がやってる工夫みたいなことをいくつか話していきます。まず大きなポイントというのは基本的に使う家具の点数を減らすっていうことですね。で、このチャンネルを前から見てくださってる方はわかると思うんですけど、僕はここに来てからもう 2.5 年ぐらいかな、2年半ぐらい経つんですけど、いろいろ家具を映したバージョンだったりとか、いろんな画角で撮影してると思うんですけど、その中でやっぱり使っているアイテムというものを絞ってます。で、それはまずデスク、机ですね。机と椅子、そして寝具、マットレス。この3つなんですよ。基本的にリビングというか、部屋の中にあるもの、ある家具というのがその3つです。で、これがやっぱりエクストリームミニマルな空間を作るのに役立っていて、なぜなら必要がない時に片付けられてカメラの後ろ側に持っていける量なんですよね。で、ここに例えばですね、本棚とか、カーペットとか、ソファーとか、キャビネットとか、そういうものがあると、動かせないものがあると、
この何もない状態を作るということができません。だから僕は今回この部屋に関しては、全てクリアにできる状態を保ちたいなと思っていて、で、それで、もう2年半ぐらいね、こんな感じで生活をしているわけです。で、これ最初見た方はね、これもう引っ越したばかりの部屋じゃないかってね、思われる方も多分いると思ってて、で結構たまにコメントでもですね、本家があって、ここはセカンドハウスみたいなもんだろうと思ってる方もね、いると思うんですけど、僕はもうここしかね、今暮らしてなくて、で、2拠点の生活をしてた頃はあるんですよ、時代は。千葉と東京で2拠点の生活試したりもしてた時はあって、そういう時はもちろんこういうスタイルが作れるんですけど、今はもうここしか暮らしてなくてこういうスタイルを作っています。で、そのためにはやっぱり家具の点数を減らして、フレキシブルに動かせるようなものを使っているっていうことです。で、過去に紹介している無印良品の折りたたみテーブルだったりとか、椅子ですね。そういうものがそれに当たると。で、動かせる状態にすることで、まず、ここでね、ヨガができます。で、自分の生活の第一優先というのが、まずやっぱりヨガなんですよ。で、アシュタンガヨガやってるってことはね、もう何度も話してますけど、やっぱりヨガの練習を一日、必ずやるので、毎日、ほぼ毎日やります。なので、室内でヨガを行うためには、ヨガマットを引けるスペースだけではなくて、やっぱり手を広げたりするんで、マット以外のですね、空間が結構ね、必要になるんですよ。で、一回ちょっと試しに引いてみたいと思うんですけど、例えばこのように引くと、縦にですね、ヨガマットを引くことができて、左右の空間を広く、ここで使うことができると。で、家具がないので、逆にね、こういう横に引くこともできます。これでね、これで練習することもできるんですよ。だから縦でも横でも使えるみたいなところはあるので、引いてみるとそんな感じですね。で、ヨガマットって大体長辺が180とか200とかぐらいあると思うんですけど、だからそれを余裕を持って引けるようなスペースを作るために開けているっていう感じです。で、二つ目のポイントは、この家具の少なさにつながってくることではあるんですけど、道具一点一点の費用対効果を高めるっていうそういう意識があります。で、つまり僕が使っている椅子、机、ベッド、マットレスっていうのは、もう基本的に毎日使うんですよ。で、しかも使う時間が長いじゃないですか。もう長時間です。割と長時間。ずっと使っている。で、僕はその仕事場とか会社に行くことがないので、家が仕事場であるし、たまにカフェで仕事したりとか、移動中にね、旅行先でホテルで仕事したりはするんですけど、基本的にはもうこの部屋が自分のスタジオ、作業場っていう感じになっているので、で、家具を使う時間が長いです。そしてすべて、毎日長く使うものになっています。それがポイントです。で、これに例えば、ソファーが入ってくると、で、ソファーってもちろん僕は素晴らしいものだと思っていて、で、僕もね、余裕があったらね、ソファー入れたいんですよ。でも全然この狭い部屋にソファーが入らないので入れてないだけであって、で、過去にね、一番最初の方かな、いや、僕はソファースタイルはこれまで取ったことないですね。ベッドは、フレーム付きのベッドなんかを入れたことはあるんですけど、ソファースタイルは取ったことはありません。だからかなりソファーはね、ずっと入れたいアイテムであるし、で、もちろんそのリラックスのスペースだったりとか、本を読んだりとか、で、猫がいる方はね、その猫と一緒にソファーに座ったりとか、もう本当に、素晴らしい家具だなと思います。ただそれを入れちゃうと、やっぱり部屋が狭くなるっていうことが一つと、でもう一つはその先ほどの費用対効果っていう話で、使う時間が分散されるんですよね。なんか椅子、そして、ソファーというものがあると、仕事の時はおそらく、このちゃんとしたデスクの姿勢の方が楽に長時間できるので、ストレスなくできるので、座ってやることになって、で、ソファーではちょっとくつろぐモード。で、くつろぐモードに入って本を読んだりとか、なんかローテーブルでちょっと食事したりとか、そういうことになるかもしれませんが、僕の場合はもうチェアのみで食事もするし仕事もするっていう感じにしています。それはやっぱり一つにかける時間が長くなることによって、で、それによってその家具の費用対効果が高まるんですけど、で、ソファーはやっぱりちょっと休むってことになりますよね。で、僕はそのリフレッシュの時間はなるべく立っておきたいなってのがあって、これも体作りとか、その精神、自分の、生活スタイルにものすごく深く関与していることなんですけど、リラックスをですね、普通にデスクで仕事をしていて、リラックスをソファーでやってしまうと、なんか結局また座ってることになるじゃないですか。で、それって、健康に悪いんですよね。
やっぱりその現代の生活習慣病とか病気の多くがやっぱり座りすぎによって起きていると。で、これもう当たり前で、19世紀、20世紀に入って資本主義が台頭し始めて、労働というものが一般的になって、そこから人間って、座り始めたんですよ。で、それまではそんなにその机とかに長時間一日拘束して座るっていうことがなくて、これもう当たり前で人間の体というものが、やっぱり歩くことによって体の循環だったりとか血液の循環を高めて機能するようにできているので、だからパフォーマンスを発揮できるようにできている。つまり旧石器時代みたいな時代は基本的に立って狩りをして移動していたわけですよね。だからその外での生活で移動をしていた。で、ちょっとこう座って、休むみたいな感じをしていたので、なんかその基本的に立っているような構造として体の構造が作られているので、やっぱり座りすぎって本当に悪くて、健康に良くなくて、で、やっぱり1日5000歩から1万歩歩きましょうみたいなことも言われますけど、そのソファーがないことによって、そのね、立つ時間とか歩く時間が増えるんですよね。で、それが逆に逆説的に回復につながるっていうことです。僕はそういうふうに感じてます。だからデスクで仕事をして、そこでソファーで休むんじゃなくて、立って散歩に出かける、外に出かける。そういうふうにすることによってまたリフレッシュして、また今度帰ってきたら、作業とか仕事、そして食事をしたりとか、そういうことを座ってやるって感じにしてます。だからそういう側面が結構僕の中では大きいですね。ソファーを使っていない理由としては、だから部屋の広さっていうところももちろんありますけど、健康的な側面、そしてリフレッシュの仕方をなるべく立ってやるっていうところが、やっぱり使わないことにつながっていると思います。で、他にはその家具がないことの利点は、やっぱり災害ですね。これは結構考えてます。やっぱりこう高いキャビネットとか本棚とかがあると、どうしてもその揺れた時にそれが落ちてくると。で、それで下敷きになると。で、やっぱりその災害の初期被害というのは結構揺れて物が倒れて、そこで怪我をして動けなくなって脱出できないということで、起こっていることがほとんどです。で、そこから火災とかにつながってくるわけですけど、で、そういうふうに建物の倒壊レベルになると、それはもう何があってもどうしようもないってことになるんですけど、結構ね、揺れるじゃないですか。5度とか6度とか。で、やっぱそういう時に、なんか物が倒れてくるとかってよくあるんですよね。で、いくら固定しててもその中のものが壊れてきて割れちゃったりとか、で、その割れたものを踏んで足を怪我するとか、そういうことによって、身動きが取れなくなるっていうことがあるので、やっぱりもう災害対策としても部屋の中の家具をなるべく少なくしておくってことはかなり有効だと思います。で、これからやっぱりね、南海トラフとかね、直下型とか、本当にもう2030年、プラスマイナス5年以内っていうふうなエビデンスがもうかなり強化されていて、で、確実にね、そういう周期がもう迫ってますよね。だからもうますますその災害対策みたいなところは今後重要になると思っていて、で、それにはこのエクストリームスタイルが、役に立つんじゃないかなって僕はね、思っているところがあります。だからそういうわけで災害にも強くなると。で、あとはさっきみたいにその逆立ちしたりとか踊れたりとか、いろんなね、メリットはあるんですけど、引っ越しの時に楽になるっていうのも一つありますね。で、僕もね、ちょっと今ね、そろそろ引っ越しを考えていて、多分今年中に確実に引っ越しはするんですけど、だからちょっとホワイトボックスじゃなくなるかもしれないんですけど、皆さんに新たなミニマルワールドをもしかしたら共有できるかもしれないんですけど、やっぱりそういう時にも、家具が少ないとね、引っ越し代も安くなるんですよね。で、下手したらその自分一人で引っ越しができたりします。で、僕この部屋に来た時は、引っ越し動画過去に上げてるんで、もしよかったら見てほしいんですけど、もうバックパック一つでその時引っ越しをしてきました。バックパックとその時スーツケース持ってたから、スーツケースですね。25リットルだったかな ?18 リットルだっけ ?25 リットルの、リモのスーツケースと、ファイパーライトのバックパックですね。17リットルのデイブレイクっていう、前使ってたバッグで引っ越しをしてきました。で、そこにね、全部詰めてこうしてきたんですよ。だから前の部屋からトラックとか使ってないんですよね、一切。で、それは自分自身が向こうで、使っていた椅子とデスク、家具をですね、処分してきたからできたことではあったんですけど、でもやっぱりね、不動産屋さんにそのままね、鍵を受け取りに行って、で、結構驚かれましたね、やっぱり。自分の持ち物全部担いで、鍵に受け取りに契約に来た人初めてですとかって言われて、ありがとうございますみたいな感じで、そんな感じで、びっくりされたんですけど、でも本当にそういうふうに身軽に引っ越しができるようになると、引っ越し代も安くなると。引っ越し代ってやっぱり高いじゃないですか、なかなか。業者さんに頼むとね。特にこの3月とか4月の繁忙期なんかは、やっぱり本当単身用でもね、都内だと、もう本当にトラックが取れなかったりとかして、3万円、5万円、下手したら7万円とかね、かかるので、
そういうコストをですね、削減できて、その分、いいものに投資ができたりとかするので、やっぱりそこはね、結構ね、毎回、引っ越しが多い人にとってはかなり有利になります。はい。そんな感じで、あとはその壁をね、うまく使うとかってね、よくありますけど、僕はもう壁もね、すべてフリーにしておいて、なるべくこういうね、バナナズとかをこうかけれるように、フックとかも全部フリーにしておいて、これをこう吊るせるような感じにしていたりとか、あとはそのフックを使ってそのままそこで洗濯物を干すとかね、そういう感じで使ったりしてます。一応ここバルコニーはあるんですけど、バルコニーで洗濯物を干してもいいんですけど、なんかそもそも服の数も少ないんで、ちゃちゃっと洗ってね、もうその辺に干しといたら、乾くので、だいたいそんな感じでね、使っています。で、なるべくフリーにしておくことで、その視界的にもクリーンになるので、その目から入ってくる情報が少なくなるんで、精神的にも楽になって、自分がやることにフォーカスできるっていう、この効果はね、結構ね、あると思いますね。なんか、そんな、正確に研究で実証されているわけではないとは思うんですけど、でもやっぱり視界から入ってくるものでついつい近くにあったらなんか文庫本読んだりとか、ゲームしてしまったりとか、なんかこう雑誌読んでみたりとか、そういうものが発生すると思うんですけど、物を少なくしているとそういうものに、引っかからないと。で、あとその物が多かったり家具が多かったりすると、結構その家の中で足をぶつけたりとか皆さんありませんか？なんか僕ね、よくね、友達の家とか行って、なんか足ぶつけたりとか、なんか結構物をちょっと踏んじゃってね、痛いなって時があったりとか、なんかそういうのもね、全くないんですよね。だから物の点数とか数自体を少なくしておくことで、そのような小さな怪我とか、日常のささやかなストレスみたいなものからも逃れることができて、そして自分がやりたいことに集中できるようになります。はい、そんな感じですね。大体ミニマリストの部屋作りっていう感じで、僕が意識しているところはそんなところです。あとはね、ちょっと言い忘れましたけど、自然光を大事にするっていうことは、これ何度か話してますけど、これも重視しています。一応ライトがですね、一発、暖色系のライトがここにあるんですけど、夜とか暗くなったらそれを一発入れるんですけど、基本的には自然光を使うようにしていて、で、やっぱりこれは、自分が自然が好きだからっていうところもあったりとか、あとはカメラマンとしてずっと活動してきた中で、やっぱりその自然光の偉大さみたいなものを結構大事にしてるってところが裏ではあります。太陽っていうものは自然界の中で唯一の光源であり、で、それによって、一発のね、照明が当たると。で、いろんな当たり方によってその部屋の表情が変わっていくみたいなところも、結構時間の経過だったりとか、自分が生きてるみたいなことをこう教えてくれるものになっていて、だから割とその自然光の中で作業したりとか読み書きしたりとかするのが好きですね。だからそういう意味で、無駄な照明とか不要な照明をなるべく入れない。それによって部屋がね、ちょっと冷たく見えるとか、無機質に見えてちょっと面白くないみたいなところはあるかもしれないんですけど、もちろんそのね、暖色系の照明の良さっていうのはフロアスタンドとかあるとは思うんですけど、僕はなるべく自然光に合わせて生活することで、道具の点数を減らしながら、そして自然を感じるっていうことを心がけています。はい、そんな感じです。ミニマリストの部屋作りについて今日は紹介してきました。で、やっぱり大事なのは自分の生活スタイルとか大切なものに合わせて組んでいくと。で、やっぱ外でのね、お仕事とか会社に通ってる方は、やっぱり家は完全に休息の場所としてね、整えた方が自分の生活レベルは上がる可能性もあるので、その辺は自分のライフスタイルに合わせてカスタマイズしながら、何か今回の話が参考になると嬉しいです。ミニマリズムや一人ビジネスの実践に関しては毎週週1回のレターで共有してますので、無料ですので概要欄より登録してみてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。